皆さんこんにちは。ようです。ヴィパッサナー瞑想について、今回第2回目、前回お話しした通り、ご縁歌詞のビデオ講話中に、特に気づきのあったお話を2つさせていただきます。でまず1つ目が、自然の法則について。でこれは自然を見てると分かる通り、人間も動物も植物も自然の一部で、例えば、植物で言えばまず種が落ちて、そこから、芽を出して、で根を張って、で花をつけて、実をつけて、でそこから朽ちていくわけですけども、人間も全く同じで、そのサイクルを繰り返していると。でその根が腐った状態だと、綺麗な花が咲かない。でそれが前回お話した貧しい心を持った人生を送ってしまうっていうのはそういうことで、どうしたら綺麗な花が咲くような人生になるのかっていうお話が、2つ目のお話につながるんですけども、なぜ人は生きるのかっていうのが2つ目のテーマで、これは私も小さい時からすごい考えることがよくあったんですけども、この世に生を受けてどういう目的で生きていくのかっていうのを考えている時期があったんですね。やめてね。ですごいお話を聞いて共感した部分があったんですけども、まず最初に説明をすると、人間には五感もしくは六感があって、でその感覚っていうものですね。で六感だと、目で見て、耳で聞いて、鼻で匂って、で口で味わって、でまた手や足で触れて、でその心感覚感情が動いたりして、でじゃあその感覚っていうのがどのように作用するかっていうと、例えばその耳で聞いた情報であれば、最初にそれを評価する。それが大きい音だったのか小さい音だったのか、心地よい音だったのか、耳障りな音だったのかとか、そういう評価をして、でそこから実際にその音が何だったのかっていうのを判断する。でそれが例えばバカ野郎っていう言葉であれば、生理反応が起きて、体温が上がったり血圧が上がったり、人によっては血圧が下がったり汗かいたりで、それが愛してるっていう言葉であれば、それもまた血圧や体温が上がって、人によってはこう顔がポッと赤くなってしまったりとかで、そういう生理反応と同時に、心の中でも反応っていうのが起きている。でその反応を起こすのが何なのかっていうと、人の意識で、その意識っていうのは3つに分けられると。ですごい分かりやすい説明だったんですけど、潜在意識、無意識、意識で、潜在意識が、水の上に書いた字のようなもので、すごい深いところで記憶として情報として残ってるけど、表には出てこない意識で、無意識が、砂の上に書いた字のようなもので、もう少し表面に出てくるんだけど、普段は出てこない意識で、普通の意識が、岩の上に書いた字のようなもので、常に表面に出てる意識で、その意識を使って反応を起こしていると。で特に反応を起こす意識っていうのが拒絶と渇望っていうお話が出たんですけど、人はそれをもう常に繰り返していると。で例えばメディテーション中にもすごい感じたのが、例えばその痛みとか、かゆみ、しびれなどのネガティブな意識に関しては拒絶反応を起こしていた。だからその痛みが早くどこかに行ってほしいとか、でそれがポジティブな、すごいこう瞑想がうまくいってる状態だと、この状態がもっと続いてほしいなとか、この時が止まってほしいなとか、でそれが渇望ですかね。渇望している状態で、それを人同士でも行っていると。
だから私が言ったことに対して相手が好きか嫌いかっていう反応を起こしている。また逆もしかり、相手が言ったことに対して私が、反応を起こしていると。でその、意識を変えて反応をすることをやめるっていうのが、お話ししていたことで、その生きる目的っていう、生きる意味っていうのはその感覚を使って、感じたものに対して、意識を使ってそれをただ観察する、それをただ経験するっていうことを、しに来ているっていうのが彼のお話だったんですね。でその意識についてのすごい面白いお話があったんですけども、例えばすごい爪の綺麗な女性がいて、で綺麗だなと思って見ていた。でもそれがつけ爪で床に落ちたと。で床に落ちたらすごい気持ち悪いものに変わってしまった。であとは綺麗な髪の人がいたと。でその綺麗な髪の人の髪の毛が食事のお皿に入っていた。それはすぐに汚いっていう、意識に変わってしまう、反応ですよね。だから人間の意識とか反応はすごい移ろいやすい、変わりやすいもので、やっぱりそれは本当にそうだなと思って、だからそういったところに止まってしまう意味がない、前回もお話したと思うんですけど、でそれは私よく話してるのはその今を生きるっていう話をよくしてるんですけども、それもすごいそれと同じ話だと思うんですけど、人間はその、過去にこだわったりとか、ちょっとやめてあと未来についてすごい心配したりとか、その今をすごい今その五感や六感を使って、感覚を、感じるっていうことをせずに、頭の中で、過去のことや未来っていうのを考えていたりっていうことが、ほぼ大半だなっていうので、それこそマインドフルネスっていう言葉結構今知ってる人も増えてきたと思うんですけど、それも全く同じことを言っていて、で例えば朝起きてから、そこからのずっと動きをだいたい、普通は歯を磨いて顔を洗って食事をしてで、準備して仕事に行ったり遊びに行ったりすると思うんですけど、そこも一つ一つの感覚に意識を集中させる。だから歯を磨いているのであれば歯磨きの感触をすごい意識して、で歯一本一本磨く。で顔を洗っているのであれば、その水の感触とか、あったかいのか冷たいのかとかで食事をしているのであれば、食べてるものの色とか匂いとか味とか、それをもうフルに、意識して感じる。やめてということですね。でそれを意識的に行っていくっていうことを私も本当やってることと考えていることが違うっていうことは多々あるんですけど、そこにすごいやってる、感覚、五感っていうもの、六感っていうものを使ってその場その場の、そうですね、感覚をただ経験するっていうことを、やっていますね。で、今回このご縁歌詞の、講話の話なんですけども、これ私英語の、なんて言うんだろう、英語を希望してそっちのビデオを見ることになったので、日本語で希望するとその千葉のセンターでは女性が翻訳したもの、通訳したものをテープで聞いたそうなんですね。なのでご縁歌詞のビデオが直接見たいという方はその英語の講話を希望するといいみたいですね。でまたヴィパサナ瞑想中はペンとか紙を持ち込むことができなかったので、これは私の記憶の中のものになってしまうんですけれども、それはご了承ください。でまたちょっと長くなってしまったので次回、
もっとこう気づきのあるお話があったので、それをシェアしたいのと、実際、センターを出てからどのようにプラクティスを続けているか、それをまたお